Hi everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。クレアビーズへようこそお越しくださいました。Today I'm gonna make a cushion cover or a pillowcase with this chunky yarn. はい、今回はですね、このちょっと前に作ったこのクッションカバーの残り糸になりますね。今回はこちら、この皆さんに愛されてやまないこちらのクッションカバーを2色折りで表現してみたいなと思います。サイズもね、大きめの 40×40 のクッションになるようにしたいと思っています。この可愛いんですけど、残念ながらこのチャンキーヤンネも廃盤なんですね。手に入らないようです。はい、なのでこの残りの糸で可愛いのを作れたらいいなと思っております。作る前に何個か質問が来ていたので、それに答えてみたいと思います。ここをですね、ミシンで縫っているのを皆さんお分かりでしたでしょうか。なかなかね、ミシンをかけてる映像を載っけることができなくてですね、分かりづらかったかもしれないんですが、ここはねミシンで縫っているんですね。でチャンキーヤーンとこちらではフリースを使ってるんですけど、これをねただミシンで縫っただけじゃね、これがほつれてしまって、こんなのはねダメだっていうふうにお叱りを受けたことがあるんですが、見てください。これね、いつ作ったっけな、2年前とかですっけ。全然ここね見えますか。こうやってねしっかりね縫うとピチッとね目がね見えないぐらいですね。ちゃんと縫えております。で、こちらもですね、こっちは普通の薄めの木綿コットン布を使ってるんですが、こっちもねほら見て見て、こんな感じで本当にピチッとね縫えるんですよ。なのでこのほつれに関してはご心配無用です。で心配というか一つ気がかりになるのはこのチャンキーヤーンの特性ですよね。こういう風に見た時はとってもふわふわで可愛いし、できてもふわふわなんですが、使っていくとね、こう見てください、こう毛羽立って、でこのふわふわ感がぺっちゃんこになってねしまってくるんですよね。なのでこのふわふわ感を大事にしたい方はあんまり使わない場所に置いて鑑賞用にしておくというのがおすすめですね。はい、という感じでチャンキーヤーンのこのちょっとマイナスな点というんですかね、もあるということをお知らせしたいなと思います。はい、それでは作っていきましょう。まずこのクッションの裏側の布を用意していきます。このクッションとねお揃いにしようかなと思ったので、裏は同じコットン布を使っています。1枚目はここが33センチで、ここが43センチになります。こちらは横が43センチで高さが35センチになります。これを三つ折りにしていきましょう。はい、こちらのもう一つの方も同様に6センチを三つ折りにしてください。でこちらは、上から縫い代は 1.5 センチぐらいで縫っていきましょう。はい、その前にね、私ここちょっとアイロンで押さえてきれいにします。それじゃあ縫ったので、これから2枚の布を合わせていきます。35センチで
裁断した布 B ですね。 B これ B って見えますか？これ B ね。それをまず下に置いたら、次にもう一つの A ですね。こっちが A になります。はい、を重ねていきます。はい、その時にこの全部の長さがですね43センチになるようにかぶせます。43センチのくらいですね。ここをね、この端っこをちょっとずれないように縫うので、待ち針で留めます。そうしたらこの端をですね、この合わさっている部分ね、ここを、縫い代 5mm で縫っていきましょう。はい、それでは、2本ずつね用意しまして、これで折っていきましょう。はい、コツはですね、この布よりはみ出していた方がいいです。というのも、折っているとですね、毛糸が上下するんですよね。そうするとその分こうまっすぐ置いたよりもうねるので、こうちょっと短くなっちゃうんですよね。なのでできれば長めに、はい、切って使ってもらえるといいと思います。真ん中で中心で交差させてください。そしたらこのね2本ずつの折り方をバスケットウィービングとかキャンバス折りとか言うんですけれども、次は私交互にね折っていきたいと思うので、緑の隣は白でいってみましょう。で、今この緑の方が白の下になってますよね。だから次の糸は上に置きます。ここも緑の隣なので白にしましょう。なるべく余裕を持って切ってください。で、余裕を持つことで後でね、しまった、最後のところで糸が足りないとかいうことにならないのでいいかなと思います。はい、こちらも、次の隣、このね、この緑の隣は横糸の上をいっています。次はこの糸の隣に置いていきます。はい。で、まず交互に上下上下というふうに、糸がねくぐらないと織物にはならないので、そういうふうに考えるとこれをね上げますね。そうするとこれがこちらの白い糸が緑の下に来ると。こうです。はい。そうするとここで緑が上、緑が下、緑が上という風になって、これで一つ織りが出来上がっています。これもこちらを上げます。そしてこうですね、置いてなるべく出して、これで真ん中中心がねできました。
裏布はこちらのようにこうしっかりしたフリースを使ってもいいです。フリースはもう切りっぱなしでねいいので三つ折りにしなくていいという利点がありますね。はい。で、この場合はですねこの毛糸の下に布は使わなかったんですね。なので、ちょっとねこうクッションの地の色が見えてしまうということがあります。なのでその次に作ったこちらのタイプは布をねもう一枚挟んであります。なのでクッションの色が見えないという感じなので、この中からちらっと見える色を工夫して素敵なね素敵なクッションもできるかなと思います。はい。で今回はこちらの感じで真ん中に1枚かませようかなと思ってこの布をね使おうと思います。裏布に使った布とは違うんですけれども、これはちょっとジャージータイプというんですかね。はい、ちょっとこう伸縮性があるものになります。それをこちら43センチ縦43センチという感じになっています。中のね布を置いていきましょう。これをですねうまい具合にのっけないといけないんですね。で角と角を合わせまして合わせたらとりあえず仮止めをしていきましょう。このクッションの作り方はですね Weaving Within Reach という英語のねアメリカ人の方が書かれた本をね参考にしています。すごくおしゃれな本なので手織りに興味のある方はぜひはい、見てみてください。概要欄にねそのリンクをね貼っておこうかなと思うのでよかったら見てくださいね。はい、じゃあまずこういうふうにね止まりました。そうしたらですねちゃんと止まってるかなと確認をしてですね確認して、大丈夫そうとなったらですね、まずここをね4面全部仮縫いをしていきます。縫い代が1.5 センチ取ろうと思うんですね。なので際でやったらいいかなと思います。仮縫いが終わりました。仮止めが終わりました。そうしたらね、まずここの出てる毛糸が邪魔なのでこれを切っていきます。で私が見た感じですねこっちの面の布の方がちょっと心持ち大きかったんですね。なので縫う時はこちら側を上にして縫っていこうかなと思います。でないとねこっちを
こっち側を基準に縫ってしまうと、もしかしたらはみ出てしまって縫えないということがあるかもしれないので、そんな感じで皆さんも、上の面と下の面どちらを基準に縫った方がいいかっていうのは、ご自分の作ってる時に臨機応変に対応してみてください。はい、じゃあ切っていきましょう。この中布を使うことの利点は、一つはその最初にお話ししたクッションの地の色が見えないっていうことなんですよね。でもう一つはひっくり返した時にこの切れ端がねちょっとの外に見えてしまったりっていうことがなくなるということですね。こういう毛糸のねこういうカス、皆さんどうしますか？もしいいアイデアがあったらぜひ教えてください。はい、ということで裏返すとこんな感じね。やっぱりそうですね、こっちの下の方が、下の布の方が若干大きめなので、私はこちらを上にして縫い代を 1.5 センチで縫っていこうと思います。縫い終わりました。それではこれからねドキドキの瞬間ですね。この40センチ ×40 センチのこのクッションをね入れていきたいと思います。いやー、ちゃんとできてるでしょうか。はい、これでね抜けましたね。ここの角を切るかどうかはちょっと一回ひっくり返して様子を見てみたいと思います。このねちっちゃい角にある毛糸ちゃん、いらないものは出てきちゃうので、それをまず取っておきましょう。ね、角をしっかり出してください。もう出す時にやっぱりちょっと角が出にくいなと思ったらもう一回戻して角をちょっとだけね切るっていう手もあると思います。はい、できてるように思いますよ。あんまり自分を信じていないという。はい、ちょっと見てください。ひっくり返しますね。せーの、じゃん。かわいい。かわいい。自分で作っておいて。すごい。2色折りもなかなか可愛いかなと思います。それではこれ中身を入れていきたいと思います。このね合わせてるところが結構深いんです。なのでこう押し込んで入れてください。じゃないとね。でもね、この合わせがちょっと浅すぎるとクッションがね見えてきちゃうんですよね。それはちょっと避けたいなと思いました。ちょっと黄色い毛糸がくっついてたのかな。ごめんなさい。はい。で、形を整えましょう。わーいわーい、ようやく大きいクッションを作ることができました。そう、ここがね気になる方はここにねこうテープとかホックをねしてもいいかなと思います。はい、皆さんのアイデアを募集中です。それでは見てください。せーの、じゃん、できました。皆さんもぜひぜひぜひ作ってみてくださいね。そして皆さんの作った感想もお聞かせください。それではまた。